わしじゃ、不気味度魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画はポリメガのファームウェアがバージョン 1.123 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。今回のテーマはこれじゃ。これは基本的な使い方、遊び方でもあるが、ポリメガにおける自分の所持ゲーム一覧とその管理方法、検索方法について説明するのじゃよ。まず、自分がコレクションに追加したタイトルは、左上にある検索マークから一覧画面で見ることができる。この画面には、左上に自分がコレクションに追加した、つまり所持しているタイトル数が表示されている。さらにそのサムネイルがずらっと表示され、選んでプレイすることができるようになっているのじゃ。ちなみに、このサムネイルじゃが、実は結構すごい。単純にパッケージの画像を取り込んだだけと思いきや、そのほとんどが見やすいようにロゴなどを再配置してデザインし直されているのじゃ。しかも、一部はわざわざ新規に別デザインされていたり、シリーズものはデザインが統一されていたり、国内と海外でそれぞれ別だったりと、かなりにやりとさせる手間がかかっている。中にはちょっと間違っていたりするのもあるのじゃが、この労力と情熱には素直に敬意を表するのじゃよ。これ、各メーカーの許可を得ているのかどうかは知らんのじゃが。さて、タイトルが多くなると探すのが大変になるので、検索機能がある。一つはこの虫眼鏡マークから文字入力検索を行う方法じゃ。選択すると文字入力画面が表示されるので、入力すると自動で絞り込んでくれる。タイトル全体を検索してくれるので、このように途中の文字列でも引っ張ってきてくれる。タイトルごとに英語も登録されているので、アインハンダーのようにひらがな、カタカナ、英語いずれでも検索が可能じゃ。検索速度といいか、レスポンスが早いのも素晴らしいな。ちなみに、この文字入力画面じゃが、スペースキーのほか、日本語の小文字の切り替え、英語の大文字と小文字の切り替え、記号入力にも対応している。検索以外に、拡張インストールするときのタイトル入力時にも、この入力画面となる。ただ、難点としては、漢字入力に対応していない点じゃ。これは海外製品なので致し方ない部分もあるが、拡張インストール時に漢字が使えないのはかなりいけていないので、将来的に対応してほしい部分じゃ。あとは、入力自体も十字キーで移動して入力するのは面倒なので、キーボードやマウスに対応してくれるとありがたいのじゃ。もう一つの検索方法じゃが、項目別の検索が可能じゃ。アルファベット、IAO、ジャンル、プレイヤー、年間、評価、システム、そして最後は、インストール先の媒体別じゃ。プレイヤーはプレイ可能人数別、システムはプラットフォーム別と読み替えてもらえればよい。年間は発売年別じゃ。評価というのは、ユーザーが独自につけた評価別ということじゃな。それぞれ十字キーの上下で移動できるほか、LR ボタンで項目ごとに移動することもできる。
わしが比較的よく使うのは発売年別とプラットフォーム別じゃな。この年はこれとこれが発売していたのかなど眺めているだけでニヤニヤしながら思い出に浸れるのじゃ。ハード別も海外版をきちんと分けてくれているのでありがたいな。ただタイトル数が増えてくるとこれでもちょっと検索しにくい。そこでバージョン 1.120 で追加されたのがフィルタ機能じゃ。ちょっとわかりにくいのじゃが、検索条件を2つまで組み合わせることができるようになったと言える。例えばジャンルが RPG の中での発売年別とか、発売年が1990年の中でのハード別のような感じじゃな。試しにやってみるのじゃ。ジャンルの項目に合わせて B ボタンを押すと、このようにジャンル一覧が表示される。この中でアドベンチャーを選択する。すると表示されているのはコレクションに登録されているすべてのアドベンチャーのタイトルとなる。この状態でさらに各項目で絞り込んでいくことができるのじゃ。ここはアドベンチャーのプラットフォーム別となるわけじゃ。フィルタをクリアしたい場合は右上にクリアフィルター端子と表示されていて、ちょっとわかりにくいのじゃが X ボタンを押すことでフィルタがクリアされる。このように複数条件を組み合わせることでいろいろな検索の仕方ができるのじゃ。ただし覚えておきたいのはフィルタが設定できるのはあくまで一つのみということじゃ。ジャンルがアドベンチャーでさらにプラットフォームをスーパーファミコンだけに絞ってということはできないのじゃよ。ただしプラットフォーム別についてはトップメニューにあらかじめ別に設定してある。ここでも同様にフィルタ機能が使えるので、プラットフォーム別に限って言えばプレイステーションの中でさらにジャンルをシューティングに絞り発売年別で探したりするということも可能じゃ。まあここではあくまでコレクションに登録したタイトル、つまり所持しているタイトルのみなので、所持タイトルが1000本以上とかでなければそれほど不自由はしないと思うのじゃよ。各タイトルごとの情報についての説明じゃ。タイトルを選択するとこのように詳細表示画面となる。タイトルのほかゲームの概要説明や発売年、ハード、プレイ人数、容量、プレイ時間、また複数枚組の CD の場合は何枚目かという情報などが表示されている。プレイから起動することができるほか、管理、評価という項目がある。管理を選ぶとお気に入りに追加、完了にする、コレクションから削除、インストールデータを消去と4つの項目が選べる。お気に入りに追加を選ぶとトップメニューにあるお気に入りリストに追加される。完了にするを選ぶと同じくトップメニューにある完了リストに追加される。これはクリア済みというような意味じゃな。コレクションから削除はインストールデータやセーブデータごとすべて削除することじゃ。ゲームを手放した場合はこちらを選択じゃな。インストールデータを消去はあくまでインストールデータのみを削除し、コレクションとしては残るほか、セーブデータもそのまま残ることになる。これは容量不足でデータを整理する場合などに使う感じじゃな。それぞれ確認のプロセスもあり、選択してすぐ削除されるわけではないので安心じゃ。評価は
星マークの5段階でユーザーが独自に評価をつけられる機能じゃ。これは今のところはユーザー個人だけの機能で、検索時などに使えるくらいじゃな。面白いのが、これらの機能はすべてタイトルごとではなく、CD1 枚ごとに設定する機能なので、4枚組のうち1枚目だけ評価とか、1枚目だけを削除というようなことも可能じゃ。また、この詳細画面で十字キーの上を押すと、ゲーム画面のサンプルが表示され、十字キーの左右で表示を切り替えることができる。だいたい1タイトルにつき3から6枚のゲーム画面が登録されているのじゃが、 CD 系のタイトルはなぜかこんな感じで複数画面をまとめて一つの画像になっていることが多い。十字キーの下を押すと元の画面に戻れる。さらに十字キーの下を押すと CD タイトルなどでセーブデータがある場合はバーチャルメモリーカードというのが表示される。ここで直接セーブデータを削除することが可能じゃ。なぜこんなところにあるかというと、独自の BIOS なので、いわゆる本体のセーブデータ管理画面にあたるものがないからじゃな。ゲームソフトの方にセーブデータ管理機能がない場合、セーブデータが消せないということにならないように、ここでセーブデータを削除できるようになっている。ただ、今のところはあくまで削除のみでコピーなどはできないので注意じゃ。さらに、下部に行くとサジェスト、つまりおすすめのゲーム情報が表示される。これが非常に危険な情報なのじゃよ。シリーズ作品がある場合は、シリーズの他の作品が表示される。類似ゲームには、同ジャンルのゲームの情報が表示される。さらに、同じ発売メーカー、開発メーカーの他の作品が表示されるだけでなく、同一年に発売されたタイトルなども表示されるのじゃ。もちろん詳細画面に移動し、そのまま起動することもできる。基本のシステム設定だと、所持していないゲームも含めて表示されるが、所持しているゲームのみ表示させることも可能じゃ。所持していないタイトルの場合、ここからウィッシュリストに追加することもできるので、非常に入手欲を刺激する危ない機能と言えるんじゃよ。あ、これの続編あるのかとか、知らなかったけどこれ面白そうとかで、どんどん欲しいゲームが増えてしまうのじゃ。プレイリストはその名の通り、ユーザーが自分で独自にコレクションのゲームをまとめたリストを作成することができる機能じゃ。作成したプレイリストはこのようにトップメニューに表示される。完成したゲーム、最近追加されたゲーム、お気に入りも扱いとしてはプレイリストであり、オフィシャルのプレイリストと言えるのじゃ。完成したゲームは完了フラグが立っているゲームのプレイリスト、お気に入りはお気に入りフラグが立っているゲームのプレイリストということじゃな。ちなみに最近追加されたゲームは非表示にすることも可能じゃ。トップメニューで横にスクロールして表示されるのは64タイトルまでで、それ以上はコレクションリストと同じ画面が開き、検索などもすることができる。では、実際に新規にプレイリストを作ってみるのじゃ。トップメニューの左側のメニューからプレイリストを選ぶと、プレイリスト作成画面が開く。見た目はコレクション画面とほぼ同じじゃな。
まず最初にプレイリストの名前を決める。これは後から変更もできるので、仮に決めても OK じゃ。今回はイースのシリーズのプレイリストにするのじゃ。漢字が入力できないので、恋愛魔境シリーズとかになってしまうのが悲しいところじゃな。プレイリスト名を入力したら、右端の入力ボタンで確定する。右上にプレイリストが作成されました的なメッセージが出るが、一つでもタイトルを追加しないままキャンセルボタンでトップメニューに戻ると、リスト作成自体もキャンセルされてしまう。ここからはコレクションと同じ検索機能を使ってタイトルを特定してリストに追加していくのじゃ。イースなので単純にタイトル検索をしてみるのじゃ。このように途中まででも表示されるし、ひらがなでも絵文字でも検索できる。追加したいタイトルのサムネイルで B ボタンを押すとプレイリストに追加される。追加されたタイトルはサムネイルの周りに紫の枠ができるので、それで追加されたかどうかを後で確認することもできる。追加されたタイトルのサムネイルに合わせて再度 B ボタンを押すとプレイリストから削除することが可能じゃ。プレイリストにタイトルを追加すると、作成画面上のプレイリストのタブに追加したタイトルがこのように表示されるのじゃ。タイトルの追加が終わったらキャンセルボタンを押すとトップメニューに戻り、リスト作成が完了じゃ。この通りトップメニューの下に新しくイースシリーズのプレイリストが作成されたのじゃ。ただこれだといろいろと納得のいかない部分もある。例えば並んでいる順番が1から順になっていないとか、リスト自体の位置をもっと上の方にしたいなどじゃな。並び順については基本は新しく追加したものから左に表示されるようになっているので、並び替えをする必要がある。そういったプレイリストの編集用の機能があるのじゃ。これが X ボタンでのプレイリストを管理じゃ。ちなみに Y ボタンでの管理はカーソルが合っているそのタイトルのみの管理で別物なので注意じゃ。X ボタンを押すと表示が変わり、プレイリストオプションに切り替わる。ここではプレイスメント、削除、編集、キャンセルとある。キャンセルはそのまま元の画面に戻るので良いとして、他の項目がちょっと分かりにくい。まずプレイスメントじゃが、分かりやすく日本語にすると配置変更じゃな。これを選ぶとさらにプレイリスト、ゲーム、キャンセルと分かれる。まずプレイリストはプレイリスト自体の場所移動じゃ。上下キーでトップメニューのどこにプレイリストを移動させるかを選べるので、移動したい場所が決まったらスタートボタンを押すことで場所変更が完了じゃ。プレイスメントからゲームを選ぶと、今度はプレイリスト内での並び替えができる。並び替えしたいタイトルに白い枠が表示されている。つまりカーソルが合っている状態で、プレイスメントからゲームを選ぶと、十字キーの左右でそのゲームの位置を変更することができるのじゃ。移動したい場所が決まったら
スタートボタンで確定じゃ。この操作を繰り返すことでユーザーの希望する順序に並び替えをすることができる。さらにプレイリストに新たにタイトルを追加や削除をしたい場合、プレイリストの名前を変更したい場合は編集を選ぶのじゃ。プレイリスト作成時と同じ画面が開くので、作成時と同様に追加や削除を行うことができる。なお、削除を選ぶとプレイリスト自体の削除になるので慎重に選ぶのじゃ。iTunes などと同じく、あくまでこれはプレイリストとしての編集で、コレクションのタイトル自体の削除ではないので安心するのじゃよ。なお、当たり前じゃが、プレイリストに追加できるのはあくまで所持しているタイトル、つまりコレクションに追加したタイトルのみじゃ。ポリメガに追加、インストールしたゲームソフトは所持リストであるコレクションに登録される。コレクションは検索機能によりさまざまな条件で検索ができる。フィルタ機能で複数条件の組み合わせも可能。ポリメガの文字入力機能では現在漢字入力はできない。各タイトルの詳細画面からはお気に入りや完了リストへの追加、コレクションからの削除、評価などができる。プレイリストは作成後にタイトルの追加や削除のほか、表示位置やタイトルの並びの変更ができる。プレイリストはリリース直後は並び替えなどもできず不便だったが、アップデートでかなり便利になったのじゃよ。あとはなんといっても漢字入力機能が欲しいな。データベース自体は普通に漢字で登録されているので、漢字変換できる IME を入れてくれれば対応できそうなんじゃが。というわけで今回はここまでじゃ。次回はシステム周りの機能を紹介していく予定じゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について聞いてみたいことや知りたいことがあればコメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では次回もよろしくな。